げえ。豪快タラバガニの海鮮丼完成。毎度さんです。タクエマルの船長与永です。視聴者の皆さん、いつもご覧いただきありがとうございます。今年もこの季節がやってまいりました。オホーツク海タラバガニ刺し網漁。まずはドリク兄さんにご挨拶。お、今年もよろしくお願いします。今日ちょっと異常だわ、寒さ。ということで、去年もお世話になった第28金英丸さんに乗船させていただき、タラバ刺し網漁の撮影に行きたいと思います。漁の解禁日は12月15日。しけが続き4日遅れとはなりましたが、1尺2寸およそ36センチもある目合いの網を今日は300単海へと仕掛けてきます。おはようございます。今年もよろしくお願いします。いや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 、そんなことないから、取る船に行かないと。暗闇の中走ること50分、ポイントへ到着。大きい来たっけ、うねりあるもんね。すごいね。船頭さんの合図で網入れが始まります。やるぞ。アンカーを投入して始まった網入れ作業。全てつながっているわけではないので、こうやって網を準備しながら鉛入りのチンシコードとアバと呼ばれる息のついたロープを結んでいきます。ちょっと拝いたもんな、風。波横なったもん。これ別に中間にこれアンカー入れてこういう風にやるっていう式は問題ないんだもんね。縛りがけ何回もやるのが抑制が。そうだよね、絶対こっちの方がいいよね。かかり案前で霜がポッとかかってればそこで切ればいいしな。はい、ということで1本目の網と2本目の網の間にアンカーを入れて連結。これ中間だな、したらこれの次中間。これ中間だな。一度の縛り引きで2本同時に上げられるようにします。はい、そして中間のアンカーを投入して2本目がスタート。アンカー綱を同じように入れていきます。この作業を今日は6回繰り返して、網300単を海底へと仕掛けてタラバガニがかかるのを待ちます。撮影の方も一段落したので、ここから少しお手伝い、網の準備を手伝います。そしてこれが最後の一段なので、アンカー綱を縛って3キロにも及ぶ網の芯1本目が終了。あとはアンカーを準備して海へと投入。これでタラバ網設置完了となります。
King crab. 次の網を刺すポイントに移動中、ダンブルから続々と網が出てきました。300タンともなれば網とカゴだけで膨大な量、デッキの上だけでは積みきれないので、1本目が終わったら次に刺す網をみんなで準備していきます。これ何本分出したの？これで1本分出したの？あ、2本分ね。 King crab. 夜も明けて周りもすっかり明るくなった頃、これが最後の1本。少し風も出てきたので細心の注意を払って網を刺します。終了。はい、行きます。午前9時50分、無事白井別港へ到着。これで本年度の漁は全て終了。タラバガニ漁は翌年の1月から開始となります。この後使ったカゴを全て下ろしたら、金栄丸を隣の浜尾西別港へと開港。1月の漁までは船を浄化して船底の塗装やメンテナンスを行い、タラバガニ漁に備えます。漁師さんたちも束の間の休息期間、冬の嵐の中羽を休めます。King crab. さあ年も明け1月下旬、船の下貨も終わり、これからタラバ網を巻く羊毛機を取り付けます。まだまだ凍てつく寒さの北海道、氷点下マイナス10度の中での過酷な作業ですが、第1回目の漁は3日後の26日となり、準備を進めます。肋骨積んだしチョッキあるし OK だな。さあいよいよタラバ網を引き上げに行くんですが、26日の初漁には予定が合わず同行できませんでしたが、3回目の出漁日本日2月1日、ついに撮影するチャンスが訪れました。
情報によると1回目2回目と量も多く、去年よりもワンサイズ大きいタラバガニがかかっていたとのことで、期待を胸に同行させていただきます。昨年仕掛けた網の位置には船頭さんが印を入れているので、今日揚げる網を目指して船は進んでいきます。冬のオホーツク海は流氷が来るので、網にはボンデンや浮きなどの印はなく、縛りと呼ばれる漁具を使って海底にある網を引き上げます。午前7時20分、ポイントに到着。船頭さんの合図で漁開始です。なるべくアンカー綱をかけたいので、船頭さんはピンポイントで狙っていくのですが、潮や風がある中で縛りを引くのは難しく、網の位置を狙うことも。果たして今回は無事にかけることはできたのでしょうか。縛りを引くロープにテンションがかかったので、これから引き上げ作業を開始。縛りからアンカー綱が外れないように船を少し前進させてテンションをかけながら巻いていきます。おー、いいとこかかってるな。上手だな。縛りにかけたアンカー綱を表の羊毛機と友のローラーにかけて、まずはアンカーを回収します。これ取っちゃえばいいんだ。無事下アンカーを船へ上げたら、表の羊毛機でアンカー綱を巻いて、ついに網にかかったタラバガニの漁獲が始まります。うわー、もうこの端からかかるんだ。うわわわわわわわ。マジでやばくないこれ。初めにすげえ。これ紙と大して変わんないでしょこんなの。網上げ直後からタラバガニが輸送状態。途切れることなく網にかかったタラバガニが次から次へと上がってきます。オスのタラバガニはほぼ6キロクラス、そして片ガニの素晴らしい個体ばかり。やっぱり固まってるんだな。ああすげえ。
デッキの上は寒すぎてタラバガニが弱ってしまうため冷風に当てないようダンブルで直行。タラバガニの網外しは倉庫内に行い鮮度管理も徹底します。ああ、いい感じだ。いい感じだわ。その後も網にかかり続けるタラバガニ、一体何匹取れてしまうのか。もう少し漁の様子を見てみましょう。うわ、すげえな。やばいな。ジェン、そのタラバくれ。すげえ、カニビルついてるわ、これ。すげえいいカニ。カニビルついてる、これ。すごい、ズワイのやつ、すごっ。でけえ、とりあえず。はいよ。はい、そしてこれがね、調理のオス。ふんどしがね、こう三角のやつ。カニビル。メスはこんな感じで、ふんどしが丸い。卵持ってます。メスはね、子持ちなんでリリースしていきます。メスはリリース。素晴らしいカニ。すげえすげえ。King crab. さあどこまで行っても網にかかり続けるタラバガニですが、嬉しい悲鳴とはまさにこのこと。帰ってからの網外しもあるので漁をストップするようです。鈴なりだ。うわ、すげえ、今んとこ。出荷するオスのタラバガニをカウンターで集計しているので、目安の尾数に到達したら網を切り離して終了します。ちょっと通して。目の前にあるタラバガニをまた海へと戻すのはなんだか忍びないですが、途切れることなくかかっているので後ろ髪を引かれる思いで網を海へと戻します。次また来た時に縛りをかけやすいようアンカー綱を結んでからアンカーを投入。はい、本日終了。あとは港へと寄港します。寄港
途中外にいてもただ寒いだけなのでダンブルに潜入。帰ってから楽できるように1匹でも多くのカニを外しておきます。午前10時40分、港へ到着。沖での網上げ作業は終わったんですが、ここからもう一仕事。港へ着くとたくさんの人が待っていて、船を岸壁につけたら船頭さんや乗組員さんをはじめ、家族やお手伝いしてくれる漁師の方々など大多数の力で網にかかっているタラバガニを外します。もうね、むしろこっちがメインの仕事なのではと思っています。ダンブルに入れた山盛りのタラバガニをモッコと呼ばれる網で一気にトラックに乗せて倉庫へと搬入。大掛かりな人海戦術、漁師家族総出の網外しが始まります。すげえすげえ。さあ始まりました、タラバガニの網外し。網から外したオスのタラバガニは水槽に入れて1日蓄養。網にかかっていたストレスを少しでも和らげてあげます。猫の手も借りたいくらいのカニの量。1匹でも多くのカニを外すため、ここから作業に加わります。これニコンで。だけど本当は切ってたの。あ、本当？いや、この手ぐすなら切れるわ。こいつ行くか。ここのさ、ふんどしにさ、行ってるか行ってないかでさ、外すスピード全然違うよな。いい声してたな。だいぶいいんだ。よし。わ、見事ですね。あららららららら、最低。時刻は午後2時半。人海戦術によるタラバガニの網外しが終了。オスは水槽で1日蓄養して明日出荷作業となります。
出荷できない型の小さなオスや船上に残っていたメスは再び出港して海へと放流。ルール上、沖で網から外しきれないタラバガニの陸揚げは認められているので、網から外した後に海へとリリース。オスの付加価値を高めるとともに資源保護にも最大限努力しています。それでは翌日、タラバガニの出荷が始まりました。水槽に溜めた300匹を優に超えるタラバガニを3倍ずつ計量していきます。18。アベレージ6あるわな。ムエ君、俺さっきよっこしてたの 6.6 だったわ。だから7余裕でいるって。これでかいよね。これ1匹でかけてみるかい。さっきのよりでけえわ、これから。7.2。これで 7.2。やばっ。すげえすげえ。あ、手伝うぞ。筋肉痛必須だな。なあ。あ、これ自分でこれ足もいだんだな。ほら、自分で足もいだんだこれ。社長、これ足なし。さあ、タラバガニが多く、社長一人での選別が大変そうなので、毛ガニ取り漁師がここで参戦。毛ガニの選別と容量は大体同じだと思うので、カツガニかどうか、そして傷や足もげなどがないかチェックしていきます。しれ爪だな。やっぱでっかいの落ちてたらショックだな。ね、落ち多いよね。終わり。これ傷。さあ、ということで落ちてしまっている個体も何匹かはありましたが、勝タラバでトラックは満杯状態。大量のタラバガニ刺し網漁となりました。King Crab. はい、ということで今回オホーツク海で採れたタラバガニがこちら。はい、今回もね、心優しい漁師さんからいただきました。本当にありがとうございます。比較のためにね、マッキーで比べてみるとこんな感じ。もう長いし太いし、ここ1個だけでお腹いっぱいになっちゃう。ということで、この片足っていうのかな、半分、これを計測してみたいと思います。はい、はかりを用意して、まずは爪もついた状態、これを計測してみたいと思います。片足だけで 1.48、 これが爪付きのタラバガニ。爪がない方の足は 1.12 キロ。これをね、全部抜いて、この身が一体何キロなのか検証してみたいと思います。
はい、それじゃあね、早速この巨大なタラバガニの足、これをね剥いていきたいと思います。素晴らしい。はい、こんな感じでね解体が完了しました。あとはねハサミでチョキチョキっと切れ目を入れて身を取り出していきます。はい、こんな感じで身はパンパン、素晴らしい。はい、剥がしていきます。はい、このサイズ感。はい、それじゃあねどんどん剥いていきたいと思います。はい、3本の足からねこれだけの身が取れました。もう一度計測してみたいと思います。はかりを置いて、はい、風体取って乗せます。それ、はい、身の量は 730g でした。はい、ということでね、5キロ平均の片足、これを剥くとおよそね 700g 以上の身が取れました。でこれ爪ついてないやつだったから、このね大きい爪がついてるこっち、これだとねもう少し身が取れると思います。はい、それではこの剥いたカニの身を使って漁師特製海鮮丼作っていきたいと思います。海鮮丼で使う具材はこちら。はい、まずタラバガニ、そして鹿児島の漁師さんからいただいた薩摩の高エビ、これをね皮を剥いて丼にのせたいと思います。頭はね頭汁作っていきます。そして以前お世話になった栄光丸で取れたブリ、最後にイクラもかけちゃいます。はい、それじゃあねこの具材たちを丼の上にのせていきます。はい、丼にまず酢飯をひいて、はい、いりごまパラッとかけます。まずはタラバガニから乗せていきたいと思います。でっかいの乗せちゃおうかな。はみ出ちゃうね。ちょっとカットしようかな。足は大きいので斜めにカット。これでもでかいよ。こんな感じで。でかすぎ？こうだもんな。そして高エビ。はい、それじゃあエビを盛り付けていく。はい、最後に頭付き、この残ったところにはねブリを入れていきます。はい、こんな感じで使おうかな。飾り包丁を入れて大葉も乗せて、はい、じゃあ最後にイクラを敷き詰めて、はい、もう一回いっちゃう。それ、豪快タラバガニの海鮮丼完成。タラバガニと高エビの塩焼き完成。はい、まずは海鮮丼、はい、塩焼き、はい、そしてシンプルゆでタラバガニ、最後に高エビの頭汁。今回の漁もお疲れ様でした。漁師の宴始めていきたいと思います。うまそう。実食。はい、それでは今回も極寒のオホーツクタラバガニ漁お疲れ様でした。緑色のやつで乾杯。お仕事してる皆さんも学生の皆さんもお疲れ様です。まずはこの海鮮丼からいただきたいと思います。ちょっと醤油かけましょうか。エビの頭を取って、うわ、味噌たっぷり。はい、それではまず極太のねタラバガニからいただきます。
漁師でもめったにこんな素晴らしいタラバガニ食べれないからね。ただ個人的にはこの第二関節細い方が好きです。美味しい。やっぱ酢飯がいいな。じゃあ高エビの頭汁いただきます。初めて。さつま甘エビっていうだけあってすごい出汁出る。皮薄いしね、美味しい。お味噌もたっぷりいただきます。また全然味違うな。なんて言うんだろう、独特だな。甘エビとも違う、ボタンエビとも違う、高エビだ。あ、でも個体差あるなこれ。こっちと味違うな。美味しい。身も入ったんで、身も1匹。火を通すとすごくね、甘エビ寄りになるかな。はい、じゃあゆでタラバガニ、これはねもう塩で茹でてるんでこのままいっても全然 OK。 あとはお好みでねポン酢なんかもかけるとさっぱりいただけると思います。ポン酢だな。ちょっとポン酢、よいしょ。ポン酢かけていきます。ポン酢、これでさっぱりといただけます。でシンプルがやっぱり美味しいかも。さっぱり。高エビも美味しい。タラバガニだけじゃなくてね、海鮮丼でこういう風にカスタマイズ、自分でねオリジナルの海鮮丼を作っていろんな味をね楽しめるのもいいと思います。そしてこのでっかい足のタラバガニパカッとこれをでちぎって塩をちょんちょんと、はい、焼きタラバガニいただきます。やっぱりこれね5キロサイズともなるとね繊維感すごい。これもね本当はね生のタラバガニを焼いて食べたらもっとね風味が出て美味しいんだけど、ちょっと時間かかっちゃうんで茹でたやつをねさっとグリルで焼いていただいてます。これ1本食べたらお腹いっぱいになっちゃう。ほんとリアルに海鮮丼に足1本で焼きタラバガニで足2本目なんで、これ全部食べたらもうねお腹パンパン。それじゃあね、あとはゆっくり食べていきます。全部食い切れっかな。すげえ量だ。もう晩飯だわこれ。昼飯だけど晩飯、昼飯晩飯だわ。ただすごい、本当に量がすごい。食べきれないわこれきっと。夜晩酌しながらいただこうかな、動画外で。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ということでチャンネル史上初のお残し。さすがにねこんだけの量は食べきれないということで、夜にね晩酌しながらちびちびとタラバガニ堪能したいと思います。はい、ということで今回はオホーツクで採れたタラバガニ。タラバガニはちょっとね高級食材ですが、オホーツクの味を堪能してみてはいかがでしょうか。そして今日食べてたこの高エビを取ってる漁師さんのねインスタグラムのアカウントも概要欄の方に載せておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。